おはようございます。めぐりがみ太一です。今日は寒い冬にぴったりの煮込み料理ブランケットドボを紹介します。以前にも紹介しましたけども、今回は家庭でも簡単にできるバージョンを用意しました。それでは一緒に作っていきましょう。今回用意した子牛の部位ですけども、かぶりと言われる部分になります。このように肩甲骨の先の骨が入っていて、甲とですね、リブロースなどの上にかぶさっている部分の肉です。向かって右側が背中の方、向かって左の方が首の方になります。それでは大きめの一口大に肉を切り分けていきます。この大きい筋は取り除きます。あと白い筋の部分、あと脂の部分はつけたまま切っていきます。やっぱり筋も脂も火が入って柔らかくなったら美味しいので、このまま残しておきます。それではこれ肩甲骨の先の部分、軟骨の部分ですけども、これはデゾッセ取り除いていきます。このような感じに大きめのサイズで切り終わりました。あと先ほど取った軟骨と筋も一緒に入れてうまみを一緒に出していきます。続いて火を入れる時に入れるガルニチュールアロマティックをエプルシェ用意していきます。まず人参エプルシェ、玉ねぎも皮むいて、根セロリも皮むきます。玉ねぎは中が腐っていないか確認して、一番上の乾いている皮もきれいにエプルシェします。今回芯は取り除いてください。にんにくもエプルシェしておきます。丸のまま使います。あと色が変わっているところは取り除いておきます。続いて根セロリも分厚めに剥いておきます。このままガルニチュールとして残しますので、薄く剥くと筋が口に残ります。ですので分厚めに剥いてください。それではガルニチュールの方を切っていきます。大きめのサイズに切っていきます。根セロリ、人参もだいたい同じ大きさになるようなサイズで切り揃えていきます。今回ガルニチュールこのままソースに残しますので、見栄えがいいような形で切り揃えておきます。最後にシャンピニオン・ド・パリを用意します。キノコ類ですけども洗わない方がいいです。洗ってしまうと水を吸って水っぽくなってしまいます。このように足の部分を切って、プティクとペティナイフで皮を剥いていきます。エプルシェし終わったら、あとはカルチェに切っていきます。今回は1個10カットにしています。もちろんサイズによって半分でもいいですし、好みのサイズにしてください。それでは火を入れていきます。今回コゴット鍋を使っていますけども、肉が入った時にいいサイズの鍋を使ってください。先ほどの肩甲骨の先の軟骨の部分、筋の部分と肉を入れて多めの冷たい水を注ぎます。この時冷たい水でなるべく多めに注ぎます。続いて火にかけていきますけども、沸くまでは強火、沸いたら弱火できっちりアクを取るという基本的な作業をしていきます。まだ水が冷たいうちに
少し混ぜて肉同士がくっついていないか、きっちり離れているか確認してから、まず強火でアクがきっちり出るまで沸かしていきます。このアクを取っている間もきっちりと強火で沸かしながら、アクがなくなるまできっちりアクを取り切ります。この時ちょくちょく肉を混ぜながら下の方にアクが溜まっていないか確認して、もう一度きっちりとアクを取ります。アクをきれいに取り切ったら、先ほど切った野菜を放り込みます。野菜を入れたらよく混ぜて、未蒸手の状態、ポコポコという状態で火を入れていきます。先ほどのシャンピニオンのカスも入れます。この時シャンピニオンのカスだけを入れます。あとは半開きの蓋をして2時間ほど火を入れました。もちろん途中でアクが出ているのであればアクを取ってください。火が入ったかどうかはこのように刺してスッと入ってスッと抜ければ火が入っています。もちろん肉の部位によっても時間がかかりますのでチェックしてください。まだこの段階では一切塩はしていません。一旦野菜と肉を取り上げて煮汁、キュイソンをレデュイ煮詰めていきます。半分まで煮詰まったところで先ほどカルチェにしておいたマッシュルーム、シャンピニオンパリを入れてシャンピニオンに火を入れていきます。シャンピニオン入れて一度沸いたらここで生クリームを入れます。今回生クリームですけども乳脂肪率 35% の生クリームを入れています。シャンピニオンパリに火が通ったので濃度をつけていきます。前回紹介した時は、卵黄を使って濃度をつけましたけども、今回はルー、白いルーを使って濃度をつけていきます。ルーの作り方はまた動画がありますのでそちらを参考にしてください。きっちりとルーが溶けきったところで先ほど引き上げておいた肉と野菜をソースに戻して味をなじませていきます。ここで初めて塩コショウで味を整えます。この煮込み料理に使用するタイミングですけども、人によって好みが分かれると思います。これは個人的な好みですけども、最初からきっちり使用してしまうと肉からうまみが出きってしまうような気がします。もちろんソースにうまみがいっぱい出ればソースは美味しくなりますけども、せっかくの煮込みのメインの肉も美味しく食べたいので、私個人的にはやはり最後に使用して味を整えた方が美味しくできるような気がします。それでは盛り付けていきたいと思います。温めたお皿にブランケット棒を盛り付けていきます。今回ガルニチュールは中に入っているセロリ、玉ねぎ、人参になります。横につけるガルニチュールであれば、あとリーピラフ、バターライスですね、あとパーターフレッシュなどをつけても美味しいと思います。ショートパスタを湯がいて横につけるのもありだと思います。あとじゃがいものバプル、ナチュールですね、トルネして湯がいただけのじゃがいもも非常に美味しいと思います。それらのガルニチュールまた動画がありますのでそちらを参考にしてください。最後仕上げにノワ・ドゥ・ムスカ、ナツメグを振ってブランケット・ド・ボーの完成になります。それではお疲れ様でした。ボナペティ。